はい、スタートします。お願いします。はい。じゃあ、時間になりましたので、始めさせていただきます。トレーナーのドロです。よろしくお願いします。こんばんは。火曜日になりまして、今先ほど、市場の方がね、かなり動きが出ています。そちらの方もね、合わせて話していきたいと思うんですけども、まず最初に僕の方で、今日ちょっと教育関係の方をお伝えしようと思ってるんですが、その前に最近僕もどんどんなんていうかな、こちらのそのチャンネルの方が CFD のニーズに伴って少しずつ増えてきているところがあります。ただ、僕最初にお伝えしなきゃいけないんですけども、僕プロのトレーダーっていうか確かに CFD はすごく結構勉強してトレードをしてるんですけど、本業というかは教育関係で勤めてる人間です。なんでそういったこととかも合わせて教育関係とか雑談とか結構入れてますけど、その点はね、ライブ来られる方とかも、聞いてくださる方もご了承いただきたいなっていうこと。で、それから結構今、アドバイスじゃないですけども、いろんなところで聞かれることも多いんですが、僕も勉強している身です。なんで、なんていうかな、プロのトレーダーって言っても、兼業トレーダーなので、その点はね、自分のトレードルールの中で、いろいろやってますのでね、その点も本当にご了承いただけたらなって思っております。なんでね、本当にチャンネル登録者数も増えてくるのもいいんですけども、でも、一番大事にしたいのは、そういう、たくさんの人に知ってもらうっていうことではなく、本当に勉強していきながら、自分も成長していくっていうことっていうのをすごく大事にしているので、いつも勉強ということをね、すごく大事に考えているということだけお伝えしたいなと思っております。はい。それでですね、今日最初なんですけども、実はちょっとね、直前までね、ちょっと、ある LINE が来まして、ちょっとだけ、実名があるといけないので、ちょっとこんな話があったので、今日最初に話していきたいと思います。ちょっと、内容言いますね。先生こんばんは。受験勉強を始めたいなと思ったんですけど、何から始めていいかわからなくて何したらいいですかと。で、それから、一応、学校の講座は、国語と英語を取りました。で、今、第一志望は、そういう大学あるんですけど、できれば指定校で行きたいです。うん。でも、私と同じぐらいか、上かわからないですけど、指定校をもっとね、狙ってる方がいて、もし自分が指定校取れなかった場合、一般で行こうかなと思ってるんですけど、推薦も諦めたくなくて差をつけるには何から始めていいか教えてもらえますかっていう、お話です。で、僕も本業の方はね、中学生や高校生とかの、家庭教師やそういった教育関係の方をやってまして、で、この子の場合はいつも見てるわけじゃなくて、たまにテスト前で見るよとかいう感じで、お引き受けしたりとかしてます。で、あとは、また最近なんですけども、ある家庭教師の、紹介だったんですけど、工業高校から高校3年生になって、親の意見もあってか、もう大学進学をしようかなっていう、ことで、家庭教師をお願いできないかっていう相談もありました。この春、やっぱり、高校3年生とかは本格的に、もう推薦で取ろう、大学行こうかとか、一般で行こうか、もしくは今の工業高校の生徒が、今だとなかなか就職難しいから、大学に行こうかとか、そういう進路変更とかね、そういう相談を受けたりします。で、一人ずつそのケースは違うんですけども、一番
嬉しいことっていうのは、その子その子で僕も対応というか、当然家庭教師とか個別でやってたので、違うんですけども、まだその状況の中で一般的な話をするっていうよりも、その子の状況とか合わせて、お話ができる。で、できるだけ上目線ではないんですけど、同じ立場を立った時に、自分だったら何を選択するかなっていうことを一緒にね、考えていけるっていうことがね、すごくね、ありがたいというか、で僕頼りにしてくれるっていうこともそうだし、それから具体的に言えばね、今の、学生さんとかは、基本的には、大学に行くのであれば、やっぱり何を学びたいかっていうのを一番大事にしてほしくて、で、大学の偏差値とかは、関係ないんですけど、自分のプライドがあるんだったら、そのプライドに負けないようにっていうことで、私学のね、とか、大学を目指してもいい。例えば国立とか私立とかは、もう今の時代お金の関係で言うと、実はそんなにめちゃくちゃ差がないっていうか、3倍ぐらいの差。3倍が大きいですけど、僕らの時よりも全然差が少ないというか、逆に国立が高すぎるんじゃないかなと思ってるぐらいです。なので、すごくお金のかかることかもしれませんけども、ね、本当に学びたいものっていうのを考えて行った方がいい。逆に言うと、その偏差値で受験を考えて、行っちゃう子って、で、受験が失敗して、専門学校っていう流れだと、とてもね、後で後悔することも出てくると思うんですよね。なので、大学は今本当に行けるとこは行けると思います。偏差値がないっていうとこもあるんですけど、本当に学びたいこと。で今、就職とかも、いい大学行って、いい企業にお金を稼ぐって、そういう時代じゃなくなってきたと思うんですよ。なんで、本当に学びたいことっていうのを大事にしてほしいです。だから、その勉強とかも、今受験勉強はもう大学に行く手段のためにね、勉強されてると思うんですが、学びたいことっていうのを大事にね、してほしいなって。そこまで、高校生までってなかなか視野がね、ないから、何をやりたいかっていうのほとんど決まらないことが多くて、そこまでいろんなものを見てるわけじゃないので、なかなかね、親の影響だとか、周りの友達の影響だとか、何か興味のあることとかね、少しでもあればいい方かもしれないんですけどね。なんかね、一人ずつのアドバイスはこれからしていきたいと思うんですが、今ちょうど春になってね、皆さんも学生さんは考えていらっしゃる方もいるかなと思って、ちょっと、紹介させていただきました。はい。すいませんね。今日最初からこんな、話になっておりますけども。はい。それでは、早速ですけども、今日のテーマの方ですけども、今日のテーマは実はGMO クリック証券って私が今やってます、CFD というトレードですね。株のトレードの、新しい銘柄っていうのが、出てきてまして、で、先週の金曜日から新しい銘柄がちょっと出てきたので、こちらの方のね、解説というか、10銘柄ほどあったんですけど、そのね、解説をしていきながら、今日の相場もね、見ていきたいなと思っております。はい。ですね。まず、今日の特集をする前に、今日動きが結構あったので、そちらの方のね、話をね、進めていこうかと思います。ちょっと、今日今、世界の、この指標のところね、見ていただければと思うんですが、まず、今日10時半からですね、これ、S&P500 とナスダックと見ていただくとわかりますけど、先物がわかりやすいですね、1日の動きで。昼間、ダウも S&P もナスダックも先物が落としてたんですよ。でですね、多分ですけど、この、
ニュース、午後9時ぐらいに出たのかな、日本時間のね。このコア CPI の予想外に鈍化、多分この指標だと思うんですけど、午後9時ぐらいからですね、この指標何かっていうと、その、3月の、消費者物価指数、CPI のとこなんですけども、何がこの株価を今回反転させたかっていうと、多分ですけど、インフレ、この数値によって、3月の CPI がインフレピークを示しているかと見方が強まったってここですね。この数字が、前年比がプラス 8.5、伸びは、2月から 0.79 と予想以上に拡大し、1981年より40年ぶりに最大となった。ですが、この伸び率っていうのが、予想より下回った。今回ね、のではないかということで、何が起こったかっていうと、ここの、米国の、2年債、それから5年債、10年債の金利、見てください。これ一気にドーンと落としましたよね、ここで。インフレピークかもしれないっていうことで。で、これがきっかけにして今、急反転しました。はい。ナスダックがもう 2% 上昇しました。上昇っていうか、かなり下げてたので。で、特にこの要因は多分半導体が落としまくってたので、戻した状態にあります。実は今日、CFD の新しいお花さんどうもこんばんは。よろしくお願いします。今日ね、ちょっとしめじさんがいないので、最初、いつも来てくれたんですけど、来てなくて、お花さんごめんなさい。これ、音声とか大丈夫そうです？また、すいません。いつも誰か来ると、いつもなんか不安で、扇風機を今、かけてるので、最近扇風機かけてると携帯が熱くなったりするので、それでなんか、音がね、なんか悪かったら悪いなと思って、また良かったら教えてくださいね。いつもすいません。なんか、はい。それでですね、この、半導体ですから、今日の CFD の新しい銘柄というのが、ほとんど半導体系の銘柄なんですよ。だから、この今日の話のこの午後9時から上がった前までは、もう半導体やばいかなと思って、それを言おうかなと思ったのに、今日いきなり反転してるので、ちょっと後でチャートをね、見ていきたいなと思います。ゆきたかさんどうもこんばんは。ありがとうございます。お花さんいつも、OK です。ありがとうございます。すいません。で、マイクがね、ここで実は近いので、たまに前のめりで行くと、音量がボーっと大きくなっちゃうかもしれないけど、すいません。はい。はい。ということで、今、半導体が反転したというところまでなんですけども、じゃあ今日の相場の方をまずパーッと見てから特集の方行きたいと思いますね。まず、ヒートマップ出てるかな？今日のヒートマップちょっと見ますね。出てます。最新が出てます。まず今日の今の時点の、ヒートマップですけども、ガーファム系ですね。アップル 2.14 上がってます。今この1時間ぐらいですね。マイクロソフトは昨日ちょっとかなり落としたんだけど反転しました。良かったですね。NVIDIA もかなり落としたけど戻しました。はい。テクノロジーも戻してます。今日ここのテクノロジー半導体のここのね、クアルコム、それから、これテキサスなんだっけ？テキサスインストゥルメントだっけ？あと AMD、それからここにあるかな？スカイワーク、ソリューションズ？ここもそうですね。はい。このあたりの銘柄の説明になります。
あとちょっとちらっと見てきますね。大型株、テスラは 10% ぐらい下げたのがちょっと戻して 4% ですね。なんかイーロン・マスクまたなんかツイッターでなんかいろいろ言ってるみたいですね。ツイッター再建しようとしてるのかちょっとわからないですけど。なんか役員辞めたのかなんか取締役辞めたとかも言ってますね。はい。あとはですね、全体的にもう見ていただくと、今までちょっと下げてきた銘柄、大型株が戻して、これヘルスケアが下げてきた。下げたじゃないな。これ下がってないですもんね。マイナス 0.38。ジョンソン&ジョンソンがこれぐらいなので、そんなに下げてません。はい。高い位置にいると思います。そうですね。ユナイテッドヘルスもそうですね。高い位置にいますね。それから、銀行系は、フィンテックは戻してます、ちょっと。銀行系は、ちょっと戻してる感じですね。はい。まあでも、銀行系まだ決算がこれから控えてますのでね。はい。と思います。ちょっと、どうなるかなって感じですね。はい。ゴールドマン・サックスも、モルガン・スタンレーも戻してます。ヘルスケアはこんな感じで、エネルギーはどうでしょうか。エネルギーは上がってますね。もうエネルギーはなんか別格、なんか今、エネルギーは別格になってきましたよね。前は、エネルギーが上がって、インフレがあって、インフレがあるから金利が上がって、こっちの大型株のハイテク銘柄が落とす。という感じだったのに、今日見ていただくとエネルギーはエネルギーでも上がっていて、というか、多分エネルギー株がちょっと売られたのがまた戻したんですね。で、大型株も戻してるという、これ多分普段の、ここ最近の傾向からすると珍しいと思いますね。エネルギー対何かっていう感じじゃないです。はい。だからエネルギーももしかしたら、ちょっと上がり、トップするかなと思ったんですけど、もしかしたらまだまだ上がってくるかもしれん。シェブロンが 3.48 ってこれもう突き抜けてますね、きっと。はい。という状態ですね。あとは、日用品関係は安定してます。はい。コカ・コーラとかね、ペプシもそうですし、安定してます。やっぱり、ここは、なんか、他のものが、ハイテクとかが上がり下がりが激しいじゃないですか。それに関して言えば、やっぱりこのダウの銘柄って安定してますよね。逆に CFD とかやる場合は僕はハイテクはやっぱり行くよりこういうところで CFD やった方がいいような気はします。なんでかっていうと、ボラが高いものに対してレバレッジがね、何倍もかかってるものってそこまでやっぱり精神的に最初耐えられないと思うんですよね。まあ今日もチャートの方をお見せして、ボラティリティの方も話をしていきますけども。はい。はい。アメリカの方はだいたい目立ったところはそんなところですかね。じゃあこっちの、CFD のものに関して、しめじさんどうもどうも。いやいや、遅くなりました。すいません。さっきね、お原さんに言っちゃったんですよ。いつもだったらしめじさん、定時に来て、音声チェックしてくれるんですけど、今日はね、お原さんにOK ですってもらいました。すいません。皆さんに音声チェックしてもらってるっていう、どんなあれですかね。で、なんかね、最近ちょっとちょっと YouTube とかがCFD の関係で、まあ、さっき冒頭でもちょっと話したんですけど、登録者数がじりじり増えてきているんですね。で、CFD をやって、まあ、GMO クリック証券か IG 証券かなんですけど、こう、ちょっとこうニーズが出てきたっていうか、で、まあ、僕も質問を受けたりするんですけど、もともとはもう皆さんは古いので知ってらっしゃるんですけど、僕は兼業トレーダーなので、もともと教育関係の、まあ別に逃げてるわけじゃないんですけど、すごい専門的なこととかもたまに聞かれる時がディスコードとかではあるんですよ。なので、まあそれは僕も勉強しながら、
こう、好きなことを喋ってるっていうことなので、これは、そういうことでご了承くださいみたいな話をね、ちょっとしました。はい。まあね、古い方は知ってると思う。最初に僕も、野球が好きだったら野球の話もするし、F1 の話もするし、ね、そういう風にしながら楽しく学んでいくっていうことを一番大事にしたいので、やっぱね、あと、TikTok とかもそうなんですけど、儲かりますかってすごく言われるんですよ。でも、それ、例えば、儲かりますかって言われたときに、儲かりませんって言ったら、なんだって思うじゃないですか。うん。勝ってますかとか、いくらぐらいリターンがありますかって。だって、これってロット数の関係で、例えば100万円突っ込んでやるのと1万円突っ込んでやるの、僕は、いくら儲かるっていうのは短期的なことに過ぎない。うん。いや、一番はこのトレードを通じて続けていくこととか、そういうことを、まあ、大事にしているっていう。だから僕多分、例えば、こう、YouTube もそうですし、TikTok もそうですけど、そんなにこう、登録者数が増えるとか、あんまりそういうのも気にしてないっていうか、皆さんのこう、内々で、こう、なんか、楽しく聞いてくだされば嬉しいなっていう程度。なので、まあ、ここはね、そろそろ、例えば、これから続けていくにつれて1000人とか、どんどん増えていったとしても、まあ自分のそのスタンスというのは変わらず、まあ、例えば儲かりますかって言ったら、普通に、副業はできるかもしれないけど、そんな、億トレーダーみたいなことにはならないし、負けることもあるし、わからないこともありますよっていうふうに、素直にね、話していこうかなって思ってます。その代わり僕は、学ぶことが好きなので、それが一番武器ですみたいな。はい、勉強が好きなので、どんどん、トレードやいろんなことに使えて、勉強することの楽しさっていうのも伝えていけたらな、なんて、思っております。と言いながら今チャートを出して話してるんですけど、ちょっとここバグってるので、ちょっとごめんなさいね。これ、テキサスがなんかなんでこれバグってんだろう。ちょっと、今ちょっと消しますね。ちょっとバグが発生しました。ちょっとこれ調べてるときに、あれしたのかな？どうしよう。トレンド線が、トレーディングビューがちょっとですね、あれなんですよね。あれ、ここのレイアウトっていうのを変えちゃうと、一気にサーバーの関係で、なんていうのか、一つの、画面で、僕4分割とかしたりとか、2分割したりするたびに、なんかデータが変わっちゃうんですよね。これどう説明していいかわかんないんですけど、すいませんね。今日この説明をしていきたいと思います。それでは、今ちょっと話それちゃいましたけども、アップルからちょっと簡単にね、今日の個別株の方を見ていきたいと思います。とにかくまあ、半導体が一回反転して、まあ、ちょっと良かったなと思いますけどね。アップルは 2.26 で、ここ、主だったところでいくと、ネットフリックスが 2% 戻しました。もう戻しましたですね、これ。NVIDIA も戻してるけど、1.25。で、新しい銘柄、AMD、アドバンスドマイクロデバイセスと言いますけど、まあ、皆さん AMD で聞いたことあると思いますけどね。は、そんなに上がってません。あと、クアルコムと言いますね。これが、新銘柄、2.48 戻しております。それから次が、これがね、なんだっけ、何マテリアルだったっけ、すいませんね。アプライドマテリアルズか。ですね。が 1.45 プラスですね。それからこちら次に、テキサスインストゥルメント。ここら辺ずっと半導体ですね。新しい銘柄。半導体。今日は 1.41 です。上がってます。それからラムリサーチ。これ前回僕、なんか間違えちゃって、なんか違うこと言ってましたけど、これ半導体銘柄ですね、ここも。1.31 上昇です。それからテラダイン。これ僕、
ジム・クレーマーさんの方で聞いたことあるのかな。テラダインっていう、これも半導体ですね。こちらの方が 2.65 上がっております。それから、スカイワークルソリューション。さっきありましたけどね。ヒートマップの方で。こちらの方が 1.46 ということで、今日は半導体が全体的に上がっている。ただ、AMD はそんなに上がってないという状態です。またこの、チャートの方とか、ファンダメンタルの方の説明もいたします。それから、マイクロストラテジーが 5% 上げてます。あ、ちょっと待ってくださいね。マイクロストラテジーが上げてるっていうことは、ビットコイン戻したってことですか？あ、違うな。下げてるな。あれ、下げてますね。イーサリアムも下げてますね。はい。そうか。さっきまで戻してて、ほいで、売られたのか。あ、ここちょっと上がってますね。イーサは。はい。という状態。今、マイクロストラテジーがやけに上げてたので、どうかなと思ったんですけど、はい。あと、アリババは下げた。はい。それから、コインベースは、そうですね。あと、ブロックも上げてますね。4.2%。ちょっとやっぱボラが高いですね、今日は。デルタ航空、航空関係最近調子戻しましたね、やっぱり。まあ、コロナ終わったアメリカはもう終わったのかなっていう見方もちょっとあるんですかね。はい。スターバックスはそうでもないですね。ディズニーは戻しました。昨日結構下げたので、もう戻したって感じですね。ナイキ。はい。エクソンモービルは、はい。もうこれブレイクしてますね、ここは。ハリバートもきっとこれ一回売られましたけど、ブレイクしましたね。フォード GM、まだ原油が高い関係もあってか、低い位置にいると思います。フォード 15.67 ですので、2.5% 上がってますけど。テスラが戻してます。3.9% ですね。あとは、洋服のギャップはすごい今下の方にいますんで、ちょっと反発してます。3%。銀行系はいいですね。ファイザーが 2% 下げてます。まあって感じですね。あと、やっぱ安定してますね。はい。グルーポンが珍しく 4% 上げてますね。はい。くらいですね。はい。という感じです。あとコモディティちょっと見たいと思います。ゴールドが高いですね、これ。何かウクライナの関係でも何かあったんですか？なんか、あれですね、今ってちょっと気になってるのがゴールド、これからちょっと高い位置に推移する。要は何かっていうと、これ見解推測ですよ。ロシアのルーブル建てっていうのがどうも代替えが金になっている。要するにロシアの政府が金も結構保有をしていて、で、ルーブルってやっぱり通貨としてちょっとね、厳しいところもあるじゃないですか。で、これからこのゴールドっていうのが、ビットコインもそうかもしれないんですけど、代替というか価値として、別にヘッジじゃないんですけど、買われてくるのではないかなっていう気はしてきました。っていうのは、もうウクライナの関係で戦争が終わったら、じゃあゴールドは、廃れるのとか、また元に戻るの ?1700 くらいまで行くのって言ったら、今回の件で、ドルがどういう風になっていくかですね、きっと。ドルっていう価値が、一強だったものが、それがちょっと変わってきて、例えば人民元がまたこれをきっかけにちょっと増えてきたりとか、他の世界の貿易の関係でドル一強じゃなくなってくる気が、その中で、ルーブル、今回、ルーブル脱退をしたっていうのも、すごいいいきっかけになったかもしれないんですが、このゴールドも、ただのヘッジっていう形、有事の金とかじゃないものもね、出てくるんではないかなっていう
感じはしています。もうこの2ヶ月ぐらいね、ずっと、まあ高いんですけど、これがもし、ウクライナとロシアの関係で、その戦争が、まあ、終結した時、このゴールドが、1900より下回らなかった場合っていうのは、これからゴールドや、まあ、ビットコインとかの、考え方っていうのもね、ちょっと変わってくるのかなっていう気はしてます。はい。ずっとまあ高い位置にはいるんですね。まあそんな感じです。原油の方が一回反発して今日ね、戻してきました。天然ガス過去最高値になっております。もう高いですね。しょうがないみたいですね。やっぱり今脱炭素って言ってもなかなかすぐに脱炭素にはならないですよね。はい。すぐ電力不足になったりとかね。日本だって電力不足の話が出てきたりとかしてますよね。すぐ東京電力さんとか。うん。まあ、原子力の話もね、出てきてると思います。ソフトコモディティは、はい、高い位置にいます。まあ、これまだ原油とね、比例してきていると思います。ただ、またこのソフトコモディティも今後どういう風に動くかっていうと、長期で見ると結構高い、今安い、これでも安い位置なんですよ。なので、長期でロングっていうのもどこかで出てくる。これ原油だけではなくて、コモディティというものに対する価値っていうのも、まあ今は安い位置だと思うので、十分ね、これから需給の関係でも考えられることじゃないかなと。まあインフレと一緒でね。どうもうさぎちゃんさんこんばんは。よろしくお願いします。はい。今日皆さんいろいろありがとうございます。新しい方とかも来ていただいて。はい。はい。僕前も言ったように、兼業トレーダーですけど、そこまでめちゃくちゃ詳しい人間じゃないので、本当に適当にいろいろ喋らせていただいてるのでね。ちょっとエンターテインメント系の話としてね、聞いてくださると嬉しいなと思います。てか、責任逃れみたいに。僕は上がるよ、下がるよってあんまり言わないです。はい。予想屋さんじゃないので。はい。なので、まあ、こういうふうに考えてるよっていうことは話をしますけどね。先に言ってきますね。はい。はい。それではですね、今日の、新しい特集の方にちょっと移りたいと思います。まず、こちらが GMO クリック証券の、CFD のインフォメーションのところちょっと見せたいと思います。全然関係ないですけど、今日実ははい、決算でプラスが出たんですけど、決済で。日経僕指値を入れてて、日経今日、ショート入れてたんですけど、日経が、26,300 ぐらいまで下がったんですっけ？これ、日経どこにあったっけ？これね、26,300 まで下がる。これ26,000ね、600かそこらでもう指値入れて、ショートの指値入れてたので、もう下がるなと。で、また話それちゃいけないですけど、日経、CFD に関しては、やっぱり日経って、ボラティリティ見ても安定してるので、もし、初心者の方とかは、みんなね、最近CFD のディスコードとか、サイト見てると、ナスダックとか行くんですよ。なんでかナスダック、やっぱ米国株が好きだっていうのはわかるんですけど、ナスダックで最初 CFD やるんだったら、僕だったらまだボラティリティの低い日経か、イギリスを最初やったらいいんじゃないかなと思うんです。これ多分チャートを見られてる方だと、ナスダックと日経とのボラティリティとかね、調べるとわかると思うんですけど、ナスダックは実は有名なんだけど、ボラは高い部類に、指数ですよ。指数的にはボラが高いです。ここでちょっとお見せすればわかるかもしれないですけどね。例えば S&P だとこの4ヶ月のボラティリティは 15%。これすごい安定してますよ、やっぱり。ダウが 14%。ナスダックは 24.25% ですね。今回のボラティリティが。ということは 25% って、
株式、アメリカの米国の個別株の平均ぐらいのボラテリティなんですよ。だからまあまあ高いです。個別株ぐらいの値動きしてるっていうのは相当高いと思うんですね。ちょっと脱線しちゃってごめんなさい。最初にちょっと来ていらっしゃる方もいるので。日経が19.53% です。インドなんか 17% です。ここ最近この4ヶ月とっても安定してます。インドは。はい。っていうのを、まあ、こう調べてもわかるんですけど、で、逆に上海とか 33% です。まあ、皆さん、香港、39% ボラティあります。まあ、香港の場合は一回ロックダウンがバーンとあった時にすごい落としたので、40% 近くまでボラティリティがあって、これレバレッジかけたらすぐにアウトになるんですけどね。あ、こんにちは。どうも。お疲れさんで。あれサラさん、早いですね。サマータイムだからかなよろしくお願いします。はい。うさぎちゃんすいません。ありがとうございます。はい。本当にはい。素人っていうか、ここでいると、僕が言うと変ですけど、サラさんの方がよっぽど米国株とか、詳しいです。はい。本当に。もう俺なんか本当にもうなんか、何言ってんだか適当なこと言うんじゃねえよっていうぐらいなレベルですので、はい。はい。それで、今ちょっと CFD の話をしてたんですけど、まあ日経がそういうことで、ショートで一応利益を取ったという話をしてました。で、こちらのインフォメーションを見ていただくと、こう今株価指数なんですけども、この、まずこっちの世界の ETF のところの、これ、米国半導体 SOXX。まずこれが一つ。今日ちょっとこれ、もしかしたら木曜日にやるかもしれないですけど、こちらの銘柄が新しく入りました。半導体の ETF ですね。で、この SOXX は、レバレッジ1倍でした。ごめんなさいね。これ、SOXL っていうのが有名で、これがね、なんか3倍の半導体のレバレッジで、やっぱり、レバレッジ好きな人多いんですね。やっぱね。なんで、こちらはSOXX ですので、お間違いないようにしてください。はい。そんなことないっすよ。いや、本当に。もう、はい。東雲さんは今週夜勤かもしれないですけど、東雲さんは、あれです。僕に会いに来てるわけじゃなくて、サラさんの、米国株の話を聞きに来てると思います。東雲さんは僕にTikTok 来てくれたんですけど、ガンダムの話とか最近でも原油の話するか。トレードの話をしますけどね。はい。もうなんか本当にわちゃわちゃしたコミュニティになってきてますけど。はい。それでですね、新しい銘柄、ここですね。米国株1というとこ CFD 株式。ここに、半導体の NVIDIA の後、この AMD でクアルコム、アップライトマテリアルズ、それからテキサスインストゥルメンツ、ラムサーチ。で、2番が、米国株の2番、テラダイン、スカイワークスソリューションズということになっております。はい。ここが新しいですね。それから、このバラエティ部門というところの CFD のハイレバ ETF というところ。ここに、もう有名な NQ100 ブル3倍 ETF。ナスダックのブル3倍 TQ99 が入りました。いや、これを入れたかって感じですよ。はい。またこれも今日ちょっと個別株なので、木曜日に話すかもしれないですけど、このボラティリティめちゃくちゃ高いので、この上にある、米国30ブル3倍 ETF。これは米国30っていうのはダウのブル3倍になります。うん。これはね、まだね、そうでもない。また比較いろいろしていきたいなと思いますね、木曜日にね。このブルベアの商品もう一回確認していきたいなと思います。はい。それではですね、早速この特集の今、新しい銘柄の10銘柄のうち、個別株のこの8銘柄について、またサラさん、はい、ちょっ
ちょっと知ってることが何かあったら教えてくださいね、ぜひ。お願いします。最初にですね、この銘柄の、まず、ファンダメンタルから話をしていきたいと思います。ファンダメンタルっても、はい。こちらがチャートをね、まず最初、これはもう皆さん知ってると思うんですけど、まず比較をちょっとしますね。NVIDIA です、これが。NVIDIA で、決算が5月25日にあります。で、証拠金が5300円です。で、比較してほしいのはここです。まあ、いつも出してますけど、このボラティリティですね。NVIDIA のボラティリティはここ120日で 58.31。相当高いです、このボラティリティが。58.3。これ、まあ一つ NVIDIA をちょっと基準に考えてくださいね。58% ですね。はい。では、ここから新しい銘柄でいきたいと思います。AMD ですね。のチャートになります。AMD ですけども、この、ブルームバーグの、どこだっけ ?AMD。あ、これですね。はい。AMD のブルームバーグの、記事になります。で、まず簡単にですけど、この株の、PER。で、これなんですけど、これから、ちょっと今考えていることがあって、このチャートに、ここ見にくいので、EPS と PER も記入しようかなと思います。はい。やっぱりその株価を見ていく中で、個別株を見ていく中で、それが割高か割高じゃないかとか、利益をすごくもたらしてるかどうかっていう、その指標の2つ。これってやっぱ重要だなって思うようになりました。で、見てるんですけど、どうしても僕、決算の時に、PR とか EPS 見ることが多いんですけど、やっぱ普段も分析する中ではこれツールとしているなと思うので、まあ、ちょっとここ、また突貫工事して、ここにちょっと書けるように。なんか、解説していらっしゃる方とかは、スプレッドシートっていう、なんか表みたいなもので、あと、誰だっけ個別株やってる長官太郎くん、YouTube でいますけど、すごい、子最近、全然書けないですけど、話がすごい、広くってすごいですね。なんか、自分の言葉でどんどん喋ってるので、よくあんなこといろいろ知ってるなーっていう、どこからそこまで知ろってくるんだろうっていう、知識ってすごいですよね。本当にそこら辺の、経済学者とか、そういう話より、よっぽどよく知ってるわーっていう感じでした。で、まあそれは置いといて、僕の場合チャートにいろいろこうパッと見えるようにわかりやすくこの株ってどういうことなんだろう、まあっていうのをわかるように PR とか、まあこの配当も書きますけどね、入れていきたいなと思ってます。PR と EPS はここに記載していきたいと思います。はい。まあ株の価値というかね、割高かどうかですね。で、今の、ごめんなさい、この AMD の現在の、PER は 36.84 と高めです。はい。それから、EPS、一株当たりの利益は 2.64 という数字になってます。はい。で、AMD に関する最近のニュースはあんまりなくって、1月になんか中国のこの会社で買収したみたいですね。うん、プラスのことがありました。ただ、やっぱりみんな、ここ最近は、半導体が全体的に、半導体不足があって、全体的に、下がってきているという状態でした。はい。まあ、個々に多分、半導体の中でも、どのセクションを使ってるかっていうのもあると思うので、ちなみに、AMD の場合は、チップセットとかグラフィック、これどっちかと、NVIDIA と近いですよね。CPU 中心になってるかと思います。そういう会社ですね。はい。うん。はい。ということで、まあ、有名な会社だと僕は思っております。で、ボラティリティの方ですけども、
ちょっとごめんなさい、戻して、AMD をもう一回見ます。AMD は、NVIDIA がさっき、何パーセントだっけ58% のボラティリティですけど、似てます。54%、55% 約のボラティリティがありました。でですね、これテクニカル上なんですけど、AMD は今日反発してますが、見てください。この今の地点。サポートラインに支えられてますけど、もう下落トレンド真っ最中なんですよ。で、ここ抜けちゃうと、またコーンと落としそうな位置にいます。今、97あたりかなですけど、2021年の12月にここに98っていうところのあたり、96? このあたりまでかっていうのがあって、で、今回半導体ちょっとチャートを見て思ったんですけど、何銘柄か、これ以上落とすとストーンと落とすよっていうレジサポラインに来ているところが結構あります。今日今買われていればね、また反転するかもしれないんですけど、落としちゃうとちょっと大変です。はい。テクニカルじゃそんな感じでした。AMD もちょっと今。なので、この今日書いてある買いのところは、ほんと注意しないといけないです。95.23 って書いてありますけど、はい。ポーンと落とす可能性もあるよっていうことはちょっと考えなきゃいけないと思います。ただもっと、ここボトムみたいになって、ここがね、ちょっと、ボトムみたいになってこればね、いいですけど、半導体ってね、とにかくね、なんかこう、ボラが高いので、V 字になったりするんですよね。こう、見ていただくとわかりますよね。なんかこう、ダウの銘柄と比べて、やっぱり、アップダウン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 ってしやすいチャートです。はい。さて、次いきますね。クアルコムという、ところになりますね。ここら辺からちょっと僕知らないこともありますので、クアルコムという半導体銘柄だと思います。まず決算が、4月27日で、半導体銘柄は今度の決算は全部悪い予想っていうか下がってる予想が多いです。なので赤色になってます。ボラティリティは120日で 46% ということで NVIDIA と AMD よりは緩い。ただこれもまたサポートラインのとこいるんですよね。はい。という状態です。で、クアルコムのファンダメンタルはどんな感じか。これ。あれちょっと待ってください。俺、抜けてか、抜けた。あった。はい。クアルコムの、まず、PER は 15.96 で、今かなり落としてるので、多分20近くあったと思うんですけど、15.96 で、平均ぐらいになったのかな。だいたいこの PR 僕も15あたりは一つ目安にしてます。だからちょうど買える時かなっていう値になってます。割安か割安じゃないかって言ったらちょうどいいぐらいですね。EPS はちょっと高いです。8.48 ですね。はい。ということ。で、配当がね、ここ割とあって 1.97。割とっていうか、ハイテク銘柄って、配当があんまり少ないとこばっかなので、次に、株主に還元するっていうより、次の、投資するっていうか、会社でその利益を次の開発に当てるっていう、グロス株とかもそうだと思うんですけど、割と配当を出さずに、自分の企業でまた再投資っていうか、していくっていうことで少ないんですね。アップルとか、アマゾンとかみんなそうだと思うんですけど。ただ、IBM とか、ああいう、ハイテク銘柄とか通信銘柄、配当もありますけどね。ここも割とハイテクの場合に 2% 近く出してるのはあるかなと思います。それで、これですね。
ボラティリティは 46.73 ということです。あ、ごめんなさい。あれ忘れてた。どういう会社か？クアルコム、多国籍半導体通信メーカー、CDMA デジタル技術をもとに、デジタルワイヤレスの通信、5G 銘柄かなこれ。CDMA デジタルワイヤレス通信製品及びサービスを開発、販売する世界各地で事業展開とあります。クアルコムカムが、2月でスマホ用半導体好調でも新分野は、スマホの半導体も入ってんですね、ここは。はい。ということみたいですね。あとは、日本の電装出資の中国自動運転スタートアップと書いてありますね。半導体なのにどこで使われてるかと、この自動車のね、自動車の半導体ってそんな最新の、いるのか。なんか、自動車の半導体って、ちょっと、この間ニュースで見たのかな、中古っていうか、なんかちょっと古い半導体を使ってるっていう話も聞いたことがあります。今の最新、でも中国の自動運転の場合、最新の半導体使わなきゃいけないのか。うん。半導体不足っていうこともあって、なんかそういう、ちょっと古い半導体っておかしいですけどね。はい。そういうのもあるらしいですね。はい。ということですね。はい。それからじゃあ次ですけども、次の製品が、アップライトマテリアルズですね。こちらの方です。ここもね、僕もあんま知らないですね。まず、決算が5月19日で、ここはね、プラスでした。はい。良かったです。それから、ボラティリティですけども、120日で 44.78 と、さっきの、クアルコムと似てますね。44%。でも 44% は、この下落がね、高いと思います。ここも今ちょうど、もうちょっと下がってもいいのか。サポートラインのとこに、下落トレンドのサポートラインにいます。はい。ちょうど、もうちょっと落としたらどうかなというところですね。はい。ファンダメンタルの方ちょっと見ていきますと、これですね。AMAT と言いますね。やっぱそうなんですね。クアルコムはスマホのイメージあるんですね。なるほど。スマホの半導体みたいな感じですかね。あと、クアルコムってもしかしたらスマホのメーカーでもあるんですか？ほら。僕ちょっと、アンドロイドのメーカーあんまり知らないので、あれですけど、メーカーさんでもあるのかな？すいません。知識がちょっと薄くって。このアップライトマテリアルズについては、まず、PER が 15.9 なので、まあ、下がってきたんでしょうけどね。まあの状態です。EPS は高いと思います。7.31 ですので、利益はすごく出てるのかなって感じはしました。はい。ここがですね、そんなにニュースがブルームバーグでは出てませんでした。全体的に半導体が1月の終わりに大きく売られて、インテリア、ラムサーチ、見通し、失望感とありますけど、全体の話しか出てません。アップライトマテリアルズは半導体関連企業ということで、半導体ウーハー製品装置と、ウェハー製造装置ってなんだ？半導体ウェハー製造装置わかんないぞ、俺。関連部品開発、製造販売及びサービスを提供すると。はい。集積回路メーカーって書いてあるな。フラットパネル。液晶パネル表示。それから、太陽電池セル、モジュール。なるほど。そういうとこ、販売先か。部品ですね、ほぼ。
半導体の部品を、提供しているということですね。こういうところに使われてるんですね。なるほどね。はい。というところですね。はい。で、アプライトマテリアルズの方はそんな感じですね。はい。じゃあ次行きますね。テキサスインストゥルメントというとこですね。ここも半導体と思います。まずは、テクニカルの方から確認します。決算の方が4月26日で、赤なので、良くない。次は良くないという決算が出てます。決算予想ですね。はい。で、意外だったのは、ちょっと、ここは、半導体にとっては、ボラテリティは低かったです。18.63 でした。18.63。はい。で、3月のね、15日から、この3月の2週間ですごい戻したんですよね。で、また落としてると。ただ、なんていうのかな。上がり下がりに関しては、安定している半導体メーカーだっていうことが分かりました。はい。半導体みんな40%、50%、ここね、4ヶ月でアップダウンしているのにもかかわらずですね。はい。スマホ本体も売ってるかも。そうなんですね。なんか、スマホの中の半導体の方が主流なんですかね。はい。テキサスインストゥルメントっていうのは、僕の中ではこの半導体で安定している、レバレッジを CFD でかけるんだったら、テクニカル上だったらこのテキサスインストゥルメントがまだ安心できるとは思います。これテクニカル上ですよ。有名なのはどうしても NVIDIA とか AMD に行きがちですけどね、やっぱ。どうしてもその NVIDIA も AMD もその去年の上がり方と報道が良かったと思うんですよ、すごい。だからイメージがまだもしかしたら半導体って長期で見ればそうですけど、この1年ぐらいだとね、去年のそのテスラもそうですけど、上がり方見るとどうしてもね、気になると思うんですよ、皆さん。上がるんじゃないかなって思ったりすると思うんですよね。なのでやっぱりこのボラテリティって見るのね、大事だなと思うんですけどね。はい。はい。テキサスのこの、これですね。テキサスインストゥルメンツのファンダになりますけども、PER が 20.76 ですね。まあまあ高いです。高いっていうか、下がってないので割高感は、20だとそんなにね、割高かって言うとそうでもないんですけどね。S&P500 の入ってる銘柄としてはみんな PR20 ぐらいありますもんね。はい。平均20ぐらいあると思います。それから、EPS が 8.28。まあまあ、いいと思います。はい。ここはですね、そうですね。ここも全体的なこの個別株の話はそんなにニュースでは出てないですね。ソックス指数のこととか書いてあるので、そんなにこの個別株自体はないですね。はい。決算で出てこればなという感じです。テキサスインストゥルメンツは半導体メーカー、アナログ IC 及び組み込みプロフェッサーを開発と書いてあります。テキサスって書いてあるから、やっぱテキサスの半導体メーカーってことですかね、これ。そうですね。住所がテキサスになってますね。はい。ということですね。テキサスって大リーグの俺、テキサスレンジャーズとかしか知らないです。テキサスってそういえば最近、広い高地に、なんていうんですか、こういうハイテクの会社が増えてる。あれテスラってどこだ？世界に各地工場。テキサスがなんか、広い高地になんかそういう工場ができてるっていうのを聞いたことがありますけどね。はい。違ったらごめんなさいね。はい。なんか、昔のその西部開拓のイメージとはまた全然違うみたいですね、テキサスは。はい。はい。
それでは、こちらの、あと、3銘柄いきたいと思います。前回勘違いしていたラムリサーチですね。ここも半導体銘柄ですね。決算がもう近いです。4月の20日。アメリカの決算も早いところだと今週銀行株から行きますよね。なので、もしかすると、今週から来週にかけては、やっぱりアメリカ株中心の決算に伴った動きとかも見ていきたいなと思います。また、決算のこととかもね、合わせて、確認の意味でね、解説も、ね、入れていきたいなと思います。やっぱり、僕もなんかこう変な話ですけど、FX からこう流れて、株の方を興味を持って、少しずつですけど、こう決算とかも見て、この企業ってこういうことがあるんだとか、ちょっと楽しくなりましたね。やっぱり、こんな言い方言いたいけど、いや、これは、原油も天然ガスも別に楽しくないわけじゃないんですよ。でも、トレードとしては面白いかもしれないですけど、ファンダメンタル的なものってそんなにこう、変な話で、その大豆やコーンとか、そのレバレッジは高いから、FX みたいな形でこう、トレードするのは、楽しいかもしれない。東雲さんも確か言ってましたね。なんか、はい。原油、なんか10回ぐらいトレードしてました、みたいな。楽しかったみたいですけどね。うん。テスラもトヨタも、やっぱテキサスなんですね。やっぱそうなんですね。次のアメリカを経済を引っ張っていく州。やっぱりね、ちょっとごめんなさいね。脱線しますね。ちょっと。テキサス州。現在、日本企業っても書いてあるな。企業でいいや。これでなんか出てくるかな。ありました。テキサス州の企業一覧。ジョーンズ TM、ラジオジャック BMC、ユナイティッドテク、セントールテクノロジー、シーラスロジックフリケールセミコンダクターが出てるってことは半導体ですもんね。サービスコーポレーションインターナショナルシム。全然わかんないっす。テスラも魅了。これか。いきなり、どこでもイーロン・マスク出てくるな、本当に。はい。石油や天然ガスなどのエネルギー産業に立脚して成長したテキサス州が変貌している。税制優遇があるんですね。なるほど。交通の便利。生活費の安さ。なるほど。そういうことなんですね。はい。移転。そうそう。シリコンバレーから移転したんだ。そうそう。このシリコンバレーがね、ずっとあれでしたよね。ここに載ってる地図が。テキサス、ダラス、ヒューストン、オースティン。なるほど。テキサスの産業。金融不動産。バランスいいですね。へー。面白い。メキシコ湾岸地域にはエネルギーや化学のブランドが集積し、石油ガス、産業の中心地だったけど、半導体とか日本の通信会社も拠点もあるというふうになっておりますね。はい。なるほど。人口も伸びてると。400万人いると。いかん。ふんって読んじゃうな、これ。すごいな。失業率がすごい。そういえば今、アメリカの失業率ってすごい低くなりましたよね。インフレもそうですけど、失業率がもうなんかコロナ前の水準まで戻ったっていう話を聞きました。3% 台だったかな。すごいですね。なんか、もう日本にいると、
なんちゅうか、何も変化がないというか、下がっていくだけじゃんっていう風に。ダメだな、もう日本の話するともう、日本ね、いいところは、日経がトレードがしやすいっていうだけ。もう、はい、思いました。まあ、かといって、やっぱり、中国、香港も悪いので、一概にはあれですけどね。楽しそうですね、テキサスも。はい。はい。あ、オラクルもそうなんですね。IT 系も、なるほどね。はいはい。ブッシュ大統領のおす、そうなんですね。選挙の時にそういえばチラチラ言ってたわ、ここ。はいはい。大統領選挙の時にそういう話出てましたね。はいはい。うん。なるほど。楽しいです。なんだろうね。日本にいながらアメリカ、わかった。僕ね、やっぱアメリカの株が好きなのは、あれですよ。こういうなんかこう、変化と成長と、を見れるから楽しいのかもしんない。うん。まあ、日本の企業が成長しないわけじゃないんですよ。きっとマザーズの企業とかでも成長しているグロース系のもあるんですけど、やっぱり、牽引しているその大型株であったり、まあ、あと、やっぱ、まあ、ちょっとパフォーマンスもあるじゃないですか。なんで CEO のキャラクターも見えてくる。日本の CEO のキャラクターって、まあ、面白い方もいましたけどね。うん、どこで、アサヒビールだかどっかの社長さんとか面白いのもいますけど、やっぱり、なんていうのかな、こう、企業の顔とか、企業の成長とか考え方とかは、やっぱアメリカ見て楽しいですよね。ワクワクすると思いますね。だからかもしれない。この株を魅了されたっていうか、そのアメリカの株をやりたいなと。まあ、一番儲かるから多分、これが、S&P500 だけ積み立てて放置している人間だったら、そこまでアメリカの株っていうよりも、その経済にもそんな興味がないっていうか、お金を積み立てて、老後を安泰みたいな、だけの人だと、多分そこまで楽しいって思ってないかもしれない。で、それをきっかけにして、アメリカの株ってどうなんだろうって思ってる人たちはそこに対して、こういう発展をしてるんだなって、アメリカがこういう考えで進んでるんだなとか、こういうふうに産業が成長してるんだなっていうことが分かっていくことで楽しさが見つかると、もっと、こう、アメリカの株とか経済とかを興味持つんじゃないかなって僕は思いますね。やっぱり例えばそのメタバースであったりとかも、可能性、まだ Facebook メタは悪いですけど、でももうちょっと先見ると楽しいかもしれないじゃないですか。そういうことがあったりとかね。日本でメタバースみたいなこと考えられないっすもん。言ってますけどね、なんかメタバースだとか言って。結局それアメリカの話をちょっとパクってるだけであって、はい。と思いますけどね。あんまりここ日本にいて、あんまり日本の批判したらちょっとほんと進めなくなっちゃってダメですね。はい。はい、すいません。脱線しました。はい。これ Google でした。はい。あと、何名ぐらいだラムリサーチやってましたね。はい。このラムリサーチですけども、書いてますね。そうなんすよ。ちょっとサラさんちどこですかとか言って誰か、アメリカで泊まらせてくれる人いないっすかね。ホームステイとか、僕、それ聞きたかったですね。皆さんなんか、ね、チャットの人とかで、ポストプライムでもいいですけど、どこ行きたいですかね。アメリカで。ニューヨーク、やっぱニューヨークで、ブルベアとかのあれ見たいんですかね。ウォール街とか見てみたいんですかね。一番最初にやっぱ金融の、ニューヨークの、ナスダックとかね、建物とかも、あと金融系とかね、見たいと思うしね、トランプタワーも見たいのかわかんない。やっぱりニューヨークが一番かもしれないですけど、でも、
ニューヨークからテキサスって遠すぎて死にそうですね。大リーグの選手じゃないから。いやー、ちょっと感覚が多分、西海岸は多分無理だと思うんですけど、ニューヨークかな、やっぱり。そうですね。ニューヨークだけ行けるだけでも幸せかもしれませんね。はい。はい。思います。はい。企業ツアーそうですね。テキサスは遠い、なんか、日本で何言ってんだって感じですけど、遠いイメージがありますけど。そう。僕はちょっともう、変な話、行きたい国っていっぱいあるんですけど、もう1回、2回ぐらい行ってますけど、香港は行きたい。香港は行きたい、見たいですね。香港綺麗なんですよ。地震がないから、建築物が結構、本当面白いっていうか、街も、金融セクターも見たい。中国の上海は、もういいかな。中国でタクシーでボラれた苦い思い出もあるんですけどね。3回ぐらい上海行ってるんですけど、ボラれたっていう。あとは、やっぱり、そうですね。キリがないですね。やっぱ、今考えたら、世界の ETF 見ちゃうと、やっぱキリがなくなっちゃうんです。でもアメリカだったらやっぱり、はい、ニューヨークですね。やっぱ、ダントツ。はい。はい。やっぱ、多分トヨタのおかげで、あれ、サラさん知ってます？僕はお家の横、トヨタの工場です。僕、トヨタ市なのでいいですよね、別にこれYouTube で個人情報じゃないし、自分のだから。はい。はい。あれなんですよ。ちょっと、トヨタの話していいかな。昔、僕ん家の、隣っていうか、裏がですね、その工場があるんですけど、で、その工場は昔は、電車が通ってたんですよね。荷物を運ぶときに全部、トラックとかじゃなくて、貨物トヨタ自動車の、荷物を運ぶための線路鉄道があったんですよ。で、その鉄道が、毎日何時かなんかわかんないですけど、僕の横を走るんですよね。貨物が。だからすっごいうるさくて、子供の頃とか。また来た、みたいな。自動車が鉄道で運ばれとるわ、みたいな感じ。で、今の時代、やっぱりトラックとかが、発達してきたので、乗用車とかもそうですし、輸送が、だいたい車中心になったので、そこの鉄道、裏にある鉄道は、ほぼ、もうなくなっちゃったっていうか、廃線みたいになってしまったんですけど、はい、そうですね。なんで僕はい、呪縛じゃないですけど、車は、大学、しめじさんにも話したかもわかんないですけど、大学生、最初に乗ったのが、トヨタの、トレノっていう、86トレノっていう車。もうトヨタ市で生まれ育ってますので、もうトヨタ車で、いつかはクラウンと言ってですね、今 CM でやってないよね、そうだな。いつかはクラウンって言って、やっぱクラウンも乗りましたし、もう燃費その時悪かったっすね。あと、マーク2っていうのがあって、一時期、カローラよりもうちょっと上の高級車だったのかなチェイサーとクレスタっていう車があって、で、この3兄弟のうち、チェイサーっていう車を一時期ちょっと、乗ってた時期もあったりとか。で、大体トヨタ車だったんですけど、一回だけ外車に乗って、ポルシェっていう車に乗って、ちょっと生きがってた時期があったので、もうどうしようもないんですけどね。一回はちょっとF1 が好きだったんですよ。F1、前も言ったかな ?F1 が好きで。で、一回はその時にちょっとポルシェエンジン乗ってみたいなと思って乗って、えらい目にあって、で、またトヨタに戻って、今はプリウスみたいな
感じなんですね。はい。そういうトヨタっ子みたいで、まあ、大学はちょっと長野の方行っちゃったんですけどね。はい。はい。違うね。結局、ラブリサーチ喋ってねえじゃねえかって話です。すいません。はい。ラムリサーチに戻ります。55.46% ですね。いい加減これ話して全然進まないです。はい。ラムリサーチのファンダメンタルは、はい、これですね。ラムリサーチですけども、PER は 14.82 で、まあ15よりちょっと落としてるので、まあちょっと割安感がちょっと出てる。だから、EPS が高いですね。32.11 なのでかなりいい、EPS を出してます。まあ EPS 一株当たりの利益ということですね。はい。ラムリサーチについてのニュースはそんなにありません。ラムリサーチの企業概要ですけども、IC 製造用の半導体処理装置メーカー、アフターサービスも提供するということになります。製品はシリコンウェハー状に付着させた特殊フィルムの一部をエッチングして回路の設計のために使われている。まあ、半導体の中の特殊なフィルムを使って回路設計のために使われているものだということですね。はいはい。なんかブロックチェーンで見たような、なんかイメージがありますけど。はい。ということです。はい。ちょっとこれどこにあるかわかんないな。パークウェイ。レモート。わかんないですね。これ住所が。はい。さて、ラムリサーチの方はそんな感じですね。55% です。で、あと2つですね。テラダインと言います。これも半導体銘柄ですね。テラダインですけども、まず決算が4月26日で、これがですね、大幅に次予想が悪いです。はい。で、チャートの方をちょっと見ていただくと、このテラダインは、半導体のとこでもちょっと今のとこでも危ないとこにありますね。サポートライン、ここ。ちょうど今 104.9 というとこちょっと今レジサポライン引いたんですが、こう落としちゃうと、ちょっと、ポーンと2020年のコロナの前の水準までサポートがないのでちょっと怖い位置にいます。今日ちょっと上げたかな ?109、今109まで戻してますので、まだ今日良かったですね。半導体が、巻き返して。テクニカル上だとちょっと危なかった。ここね。何回もつけてるサポートだったので、危なかったここでした。これなんでこういう風に言うかっていうと、ここで結構、もしレバレッジをかけてる人とかがいたら、ここのちょっと下ぐらいに絶対、ロスカットかなんか引いてるはずなんですよ。そうすると、ここを巻き込んじゃうんですよね。よくある、売りが売りを呼ぶみたいな。はい。そうすると、ここに、ロスカット引いてる人の巻き込んじゃうので、ストーンと落とす可能性があるっていうことを言いたかったです。で、ボラテリティが63% で高いです、ここ。120日に対して。なので、ちょっと、新しい、ここかな？週足見ていいですか？これ週足なのでちょっと長期で見ましたけど、はいはいはい、2016年、17年ぐらいから徐々に上がってきた企業なので、ここ、週足で見ると、そうですね。この5年くらいで急成長した会社ではあると思いますね。コロナで下げた後の躍進がすごいですね。2020年のところから。これ、逆に言うと今までがすごかったんですね。50から、コロナの、2020年のコロナが50だったのに、ピーク時が170なので3倍、この2年で3倍ぐらいになってるんですね。なるほどね。
なんか別にハイパーグロースじゃないですけど、なんかそんな感じです。はい。でですね、テラダインですけども、ファンダメンタルをちょっと見ます。はい。テラダインの、PER が 19.46。あ、はい。トヨタのアメリカの社会貢献は、あ、そうなんですね。すごいんですね。カリフォルニアからテキサスに6000人ぐらい引っ越したと聞いています。なんですかね、テキサスの工場は何作ってるんですかね。ちょっと待ってくださいね。また、ちょっと、テキサス、トヨタ自動車で入れてみるか。プリウスを作ってんのかな。工場によって作ってるものが違ったりするんですよね。トヨタ自動車。何作ってんのこれ。タンドラって知らないぞ、俺。あ、何これ。ちょっと待ってください。自動運転開始。米オーロラって何？トヨタ自動車と、米自動運転システム開発会社オーロライノベーションは安全管理を担当した自動運転の配車サービスを開始させた。写真はテキサス州で自動運転のシエナね。はい。ちゃんとテキサス州で自動運転のプロジェクトはやってるんですね。ただ、燃料が、トヨタはまだこの車も、どうなんでしょう。ハイブリッドかな。だってちょっと問題になってるのはやっぱりアメリカの州って、州によって法律が違うことで、なんかガソリン車もダメっていう州もあるみたいですよね。何年か後に。で、トヨタはそれに対応できるのかなって話が出てるんですよ。だから、自動運転はあっても、オール電化っていうか、電気自動車じゃない車が、カリフォルニア州だったかな、売れないんじゃないかなって話を聞いてます。大丈夫なんですかね。まあ今はいいと思うし、昔の車、ちょっと前のプリウスをアフリカとかそういうとこに売るのはいいと思うんですけども、北米に関しての強さはこれから大丈夫なのかなっていう気はしますね。はい。こういうとこでもやってるんですね。で、なんかここの、何ですかね、これ。アンドラっていう車知らないです、僕。トラックみたいなやつがあるんですかね、こんなの。北米向けの新車。ピックアップトラック、アンドラ。知らんなトラックが好きなんですかね。どこだっけこれに似たようなトラック見たことあるぞ。ゼネラルモーターズだったっけ？なんか、フォードじゃなくてゼネラルモーターズがこんなようなトラック出してた気がするけど。なんだこれ。はい。はい。ハンドラー、2035年ですね。そうなんですね。オール電化というやつ。トンザ。そうですか。トンザするそうですか。いや、なんかこう言って今回の、また話それますけど、ウクライナとの、このエネルギー合戦の中で、じゃあ本当に、CO2 全部なしにして、電気でいけるのって思うことあります？徐々にそうはなるけど、みんな例えば、ある国ではヨーロッパとかでは2050年っていう話もしてたりとか、中国は2050年かなとか言ってますけど、まあそこに向かって努力はするにしても、石油を買わないとか、僕らが生きてる間、
り得るのかなっていう気もね、しますよね。少なくなることはいいことだし、当然温暖化もストップさせていかなきゃいけないと思うんですけど。だったら、例えば、トヨタは水素エンジンっていうのも開発してると思うんですけど、そういったところでも十分、変わる、再生エネルギーっていうのをね、と思うので、石油もゼロじゃなくてもいいんじゃないかなっていう気はしますけどね。それだったらもっと中国とか、今のその工場とかどんどんやってるところのを規制した方がいいと思いますよ。アフリカとか僕よくわからないですけど、アフリカとか CO2 とか言ってる場合じゃないんじゃないですか。はい。インドとかね。インドもまだそういう状態じゃない気はしますけどね。はい。はい。ではちょっと戻りますね。テラダインでだいぶ行ってしまったんですけど。はい。トラック。タコマもトヨタのトラック。そうなんですね。やっぱトラック人気あるんですね。ね。はい。日本だとね、トラック人気まだそんなにないですね。一時期大きい車、人気ありましたけど、今はみんなそんなに、景気もあるんですかね。トラック乗ってる人とかそんなにいないですよね。なんか、イメージがトラックとかの、大きい車乗ってると、燃費悪そうとかって、日本だとそういう感覚がありますね、みんな。はい。はい。じゃあ、最後ですね。テラダイの最後、これですね。スカイワークスソリューションズというところですね。これ僕、聞いたことありました。はい。大きい企業、半導体でも大きい企業じゃないかなと思います。決算の方が、4月28日にあります。落としてますので赤色になってます。それから、ボラティリティは、36.90、120時に対してね、ありました。はい。で、半導体の中では、これ平均的なボラティリティ。でも、やっぱり今回8銘柄見て思ったのは、半導体は他の個別株に比べて、今回半導体不足っていうのもあると思うんですけど、なんていうのかな、ボラが高いなぁと思います。で、個別株でレバレッジをかけてなければまだ耐えられるかもしれないけど、レバレッジに関してはね、今回その GM クリック証券が出してきた8銘柄とかそうですけど、これまだ上がるんじゃないかなってロングを持つっていうのは、ちょっと決算もそうですけど、ちょっと待った方が僕はいいと思います。僕はどっちかっていうと、だったらコストコとか日用製品とかダウの銘柄の方を CFD でやるんだったらいいかなと思いますけどね。やっぱりボラが高いですね。はい。それで、こちらのスカイワークソリュージョンの、これですね、ファンダメンタルですね。PER が 13.98。はい。それから、12ヶ月の EPS が 8.65 ということで、割安感が出ております。割安感ってかなり下げてるので、で、ここもそういえば、ちょっと気になるのが、僕もちょっとサポートライン入れましたけど、2020年の1月、2020年の1月の水準かなりこれ、お山が、これ、チャートがこういう風にありますけど、これ、縮尺の関係で見ていただくと、そんなに下がってないように思うんです。これ、結構落としてますよ、これ。チャートの一つの画面で見てるとこれぐらいで見えちゃいますけど、はい。結局その、コロナの1月、2020年の3月がここですので、その前がこれですね。2020年1月。
この水準を今切ってこようとしてるっていうことは、この2年ぐらいの、上がりを帳消ししてる。こう赤いとこでちょっと含みますけど、これね。もうお山を1個、こう来てる。アリババとかテンセントとか比べ、中国のハイテク企業に比べれば全然、まだマシかもしれないんですけど、高い。高いっていうか、だいぶこう利益をなくしちゃってる、状態かなと思います。はい。ここも、決算に対してはマイナスですのでね。いやー、半導体この4月の決算で、やばいって言ってそのまま落としたら、いやでもこれ多分決算より、やっぱり利上げかどうかの問題も大きいかもしれないですね。もし、今日のお話で、利上げが、0.5% やってかける2回っていうのが、そこまでインフレに対しての懸念とか、が、織り込まれてるかどうかもありますけど、難しいなぁ。でもこの決算の後ですね、に、ぶっと上がってこれば、アメリカの方のインフレに関してもそうだし、利上げに関しても、これ、今の下がりが織り込まれてるかどうかっていうのがあるかもしれないですね。とにかくゴールデンウィーク明けですよ、これ。半導体に関しては思いますね。今買うのはなかなか勇気がいると思いますね。だって、ね、次の決算下げの予想なのに、今下げてるじゃないですか。と思います。はい。ということで、今日はGM クリック証券の個別株の、概要についてお話ししました。はい。政府は EV カー買えとご利用ししてるけど、州が電力は、確かにね。確かに。で、結局電力も、今って、原子力ばっかでいけないじゃないですか。火力発電とか、結局原油とか、天然ガスとか使って電力賄ってるじゃないですか。ねえ。自動車電気で走らせるため電気がねえわ、みたいな。なかなかね、絶対全部がオール電化になるなんてね、僕らが生きてる間はね、難しいんじゃないかなと思うんですよね。はい。共存していかないと。そう思います。はい。はい。ですね。すいません。また、もう1時間半になりますね。だいたいこれぐらいで終わりたいと。で、木曜日なんですけど、もう、最近ね、やっぱりこの CFD のディスコードの、ここで初心者の方とか、僕もまだまだ勉強中なので初心者なんですけども、見てて分かったことがあって、やっぱ質問されてる方とかで、これからCFD とか株とかやりたいなっていう方の質問で、木曜日はね、ティッカーコードについて。サラさんとかすごいティッカーコード何とかつく言ってくれるんでいいんですけど、意外にこの、CFD の要は先物のティッカーコードを知らない方とかも結構いるみたいなんですよ。先物のね。で、僕もそう思ったです。そういえば、昔、最初に始めた時に、高橋ダンさんの先物、このトレーディングビューのチャートの、ここの銘柄の NQ1 びっくりマークとか SES1 びっくりマークとか書いてある。このティッカーコードを見た時に、これを使ってるんだっていうのを参考にして、僕で言うと、そういうダンさんの動画を止めてですね。で、ズームして、何のチャート使ってるんだって見て、で、自分で調べていたっていうのを覚えてます。それね、確かにオレンジジュースだったかなんかだったんですよ。このティッカーコードなんだって思って、こっちのね。で、なので、木曜日コモディティとかバラエティをやるんですけど、その前に特集としてこのティッカーコードの
何を使ってるかっていうのを、ちょっと皆さんにも共有できればなっていう説明もしていきたいなと思います。はい。本当に初心者の方というか、僕も最初に誰も教えてくれずになんか自分で見て、見よう見真似でやってたことだったんですけど、質問があったので、それに対してもね、なんかお伝えできれば。で、僕の場合はトレーディングビューを使って、チャートを見て、で、このチャートの中で書いておいて、で、GMO クリック証券で、トレードしてるという形になりますので、ね、まあ、GMO クリック証券の中でもプラチナチャートっていうなんかチャートも見やすいのもあるかもしれないんですけど、一応形上、このトレーディングビューを使って、まあ、やってますのでね、プラチナチャートを使ってれば、これ別にティッカーコードを見なくても、GMO だったら GMO のね、銘柄入ってると思いますので、やりやすいかもしれないんですけど、まだただ、プラチナチャート、これ見えるのかな？プラチナチャートが、すいませんね、プラチナチャートが、これですね。これ出るのかな？プラチナチャート。出ますから、今。だいぶ昔重かったんですけど、これね、GMO クリック証券のプラチナチャートって言います。2010年って書いてありますけど。はい。ちょっとこれ、見せますね。これがGMO クリック証券が用意しているチャート。なので、ティッカーコードを調べなくても当然、ここ銘柄で、全部ね、米国50とかこうチャートが出てるんですね、ここに。ただ、このチャートに関しては僕一回ちょっといじったんですけど、なんていうのか、このチャートをいじることができない？トレンドの線書いたりとかしても、一回書いたらもう消えちゃったりとかしちゃう。今ってちゃんとテクニカル管理できるのかな？テクニカルを一個ずつ保存しなきゃいけないのか。トレーディングビューって自動、で、なんていうのか保存できるっていうか、ですよ。これの場合結構ね、なんていうのかな。あれがめんどくさいですね。一回一回保存するとか、それがね、ちょっと使いにくいっていうのもあって、まあ、ぜひそのプラチナチャートもし使ってこういうの使いやすいよっていうのはまた教えていただけたらと思うんですけど、僕的にはこちらではなくて、まあ、ティッカーコードを持って、トレーニングビューでやってますのでね、もしそれが、参考にされる。多分ね、株式をやってらっしゃる方は、もうトレーディングビュー使ってる方もまあまあ多いんじゃないかなって僕は思っております。はい。はい。なので、まあ、こういうところ特集でね、僕が今ちょうど、こうやってるのは、こういう形で、トレーディングビューを、日本株とか、ビットコインとか、コモディティとか株式、人気ランキング、ETF、世界、中国、米国株というふうにジャンルで分けてやってますけども、まあ、それはいいですけど、そのティッカーコードに関してはね、結構勉強になることもあるかもしれないですね。はい。はい。ということで、今日もこんな感じで元気にやりましたけども、またね、今週実は、僕の方も、まあまあ、教育関係というか、本業の方が忙しいというか、教材が来たりとか、いろんなことをやりつつ、新年度始まってきましたので、生徒たちと、こういうふうに1年間頑張っていこうねっていう面談をしたりとか、そういうことがありながら、株式もね、決算も近くなってきたので、いろいろね、楽しみたいなと思っております。はい。それでは、次回ね、木曜日、11時から、やっていきたいと思いますんでね、よろしくお願いします。今日もね、長い間ね、お付き合いくださいまして、どうもありがとうございました。それでは、また、失礼いたします。